えなんですけど、ディスバイオティカっていう、自分たちが作った言葉なんですけども、これは、ディスバイオシスっていう、微生物層の崩壊、バランス失調っていうのの造語です。自分たちが過去5年、無農薬野菜を作り続けて、土を観察してきた結果から生まれた作品です。テーマはミクロの世界のバランスの崩壊ということで、微生物をテーマにした作品にしました。最初に作品集の文章をお願いされた時に作品の写真を見せていただいて、パッと思い浮かんだのが渚だったんですよね。渚っていうイメージで文章を書かせていただいたんですけど、実際に足を運んで作品を見てると本当に自分がサンゴ礁の中にいるような気分になってくる。リアリティありますね。生きてるみたいな、動き出しそう、なんかもってこのどの海でも私ね、すごく聞いてみたいことがあって、私たちはこうやって作品でしか見れないけれど、これも一つ一つを焼いていったわけですよね。形を作ってこう一個ずつのこのイソギンチャクみたいなのとかサンゴみたいなのを作っていく時っていうのはどういう気分で作ってる？私は結構音楽聴く方で、ケンは全然そうじゃないですけど、こうじゃんじゃんすごい音で音楽聴きながらこう夢中になって作ってる感じですね。自分は無我夢中みたいな感じで、自分たちの作品にひたすらこういうなんていうんですか、細かいものを作り続けるっていうのが多いんですけども、作ってる時はなんかこう、割と大変なんですけども、ちょっとね安らぎの部分もあって、作ってる間はなんか最終のビジョンみたいなのがあるんですよ。でそれに向かってなんかこう想像しながら作ってるみたいなのがありますけど、あと作品でいろんな素材使ってきたんですけれども、例えばウラングラスとかで、ウラングラスを扱ってるとやっぱりなんとなくこう気になりながらこう作ってるっていうのがあったりして、でもやっぱり土っていうのはすごいこう自分の思うようにこう形が作れて、しかも別にその毒が入ってるとかそういうの別に全然気にしなくてもいいし、やっぱり土触るっていうのはすごいこう多分陶芸にハマる人ってその気持ちがいいからそこから入るところがあるんじゃないかと思うぐらいで。どういうビジョンを描きながらこれをくっつけてるの？最初にイメージとしてインスピレーションとしてあったものな。インスピレーションとしてはやっぱり過去の経験のダイビングとか、あとは穴恐怖症かもしれないそのこうぐちぐちこう穴が開いてる表面とか見るのがすごい気持ち悪いんですよね。ずっと同時にものすごい興味があって、何か頭に焼き付いちゃうんですよ。でやっぱりそのなんか強烈なとか頭に焼き付くとか、そういうのをなんかこうイメージ化するのが、自分たち結構好きなのかなみたいな感じ。アートってなんか私にとって2つに分かれるのでね、アートですっていう顔してるアートと、これアートなんだねって思って見るんだけど、頭だけが働いてそれを解釈していて、自分の情動が何も動かないアート。あと見た瞬間に絵も言われる変な気分になるアート。2人はね、特にこれは見た瞬間に自分の中のものがぐわってこう動くものなので、でも私それがやっぱりアートなんじゃないかなって思ってて、自分の中の内部がこう動かないものって自分にとってはアートじゃないっていうか変だなと言ったらいいのかな。そう動くものの動いていること自体がなんかこうアートなのかなとか。で今日はすごい動きました。そうですか。ありがとうございます。す
ごい思いがやっぱり入ってきた瞬間にバッてこの世界観が広がって、なんかこうなんかすごい切ないっていうか懐かしいっていうか不思議なかきたてられるような気持ちになった。素晴らしい。ありがとうございます。沖縄でキーブタッチャーっていう言葉があって鳥肌が立つ、で自分が人生が変わってってサラリーマンからアーティストになる、その過程のその時があったんですね、2000年で。その時にランゲさんの作品3部作でその時も金銭に触れるというかキーブタッチャーみたいな、そういう経験した後にアートにこう入っていく時期だったんです。そうですね。その時期でしたね。その時期になんかすごい変わっていったんですね。もうちょっとスピリチュアルの方に。それでアートを考えた時になんていうんですかね、何かこの表面じゃなくて、ものすごい深いところに触れるような感じをすごいイメージすることを心がけると、作り終わった時にこれ自分が作ったんだろうかじゃないねみたいな感覚になるんですよ。あれこれは何か違うものが作ったなみたいな感じで、そう感じられた時が大体こうまくいったねっていうなんか思いになったりすることが多いですけど。その小説はどうですか？読んだ後自分が書いたっていう気持ちはあるんですか？もうないね。他人が書いたものみたいにして思い出すの自分の作品。へーみたいな、うまいなとか本当にいやこういうの書けたらいいなみたいな。なんか乗り移るっていうんじゃないですけどね。なんかそういう感覚ってあります？そういう感覚はありますね。だってやっぱりあらすじとか何も考えないでいきなり書き出すから、でも分かってるんですよね。もう自分が行き着く場所は。なんであんまり細かいところを考えたりとかしないんですよ。一行書き始めればバーって最後までいけるみたいな、そういうテンションがでも最初期の作品を書いてた頃はあったけど、今はあんまりないな、そういうテンションが。年取ったね。若くないとね、創作って若いうち本当にやったらいいよ。体力ないとできない。ただ私の作品はすごく近いものがあって、やっぱり内臓感覚っていうか身体感覚っていうかをすごく扱ってるものなんで、なんていうでも言われる嫌な気分にさせるっていうのが私の目標だから書いてる時の気持ち悪い。そう気持ち悪いしながらなんか気持ち悪いな。読者を気分悪くさせる。さっきどういうインスピレーションで作ったかって聞かれたんですけど、ケンはサンゴだって言ったら、私は逆にどっちかっていうと去年オーストラリアの研究者のもとですごい、高画質の顕微鏡で自分たちの微生物を見る機会があるので、やっぱりその写真を想像しながら結構作りましたね。ですから田口さんにお願いして、やっぱりサンゴはお腹の中だっていうそういうような感じで書かれてすごい感動しましたね。すぐ書けましたよ。イメージが鮮烈だったので、すごく自分の世界観と似てるから、これはもう内臓だしサンゴもだしで、内臓って実は海のサンゴ礁ってお腹の中にあるんだよな、サンゴ礁をお腹に閉じ込めて人間って海から上がってきた存在なんだってずっと思ってたから、こういう人たちが私の中にもいるんだよね、きっとね。なんか畑をやっぱ過去5年間やってて土観察してて気がつくのは微生物の世界なんですけども、畑で食べらしくていい野菜育ててそれを食べる。そうすると直接ここの自分たちの腸の中がうまく耕されてくるんですよね。だから畑耕すって自分たちの体を耕すのと全く一緒で、その微生物同士のつながりで、その微生物が中に入っていて、でそれで自分っていう宇宙を、作ってる
描いて、もともとは別に壁にかけるための絵ではなくて、その素直にこう説明して、それは別にアートではなくてなんか教えみたいな感じだったんです。だからまあある意味でそれのに近いような形でこうもっと広い意味でそのアート小説とかその広い意味での芸術っていうのはそういう元の世界とのつながりみたいなものがあればいいなとちょっと思います。ここ呪術にも近いでしょ。私シャーマニズム好きだからすぐそっちの方に話しちゃうんだけど、鹿のモチーフすごく面白くて、で鹿ってねやっぱりとっても神聖な存在でいろんな神話に出てくるんだけど、こう人間だけじゃなくてこう鹿がこうモチーフになってることですごい親和性が出てるなと思って、とてもいいなと思います。シャーマンっていう言葉が出てね、なんか自分がオーストラリアの時代にサラリーマン辞めて入って、でそしたらしばらく経ってカナダからアーティストレジデンシーに来た、今でも詩とかを作家がいるんですけども、その人が、自分に近づいてきて、アーティストってねシャーマンだなシャーマン言葉自体でアーティストは表現をしてっていう話。その時ねランディさんの小説読んで活性化させられたなと思ってやばいシャーマンそうかシャーマンついその気になっちゃってでもう振り出してもうなんかひたすらね作り始めてそうなんだ。気が狂って作って気が狂って自分も研究やってて、でもなんとなくその学問的なものがすごいつまらなくなって、もうちょっとこうそういうそれこそスピリチュアルなものに振りたいなと思って、どうやってできるのかって迷いながら実は田口さんに連絡して会いに行ったんですね。うちにいらしたんですよね。そのことをね忘れてるんですよ。本当によく物を忘れちゃうので、でもなんかね言われてるうちにそういえば外国の人が来たよなみたいな思い出してきてすごいびっくりした。まだデビューしたての時ですよね。本当にデビューしたばっかりの頃ですよね。すごい忙しかった時じゃないですか、多分。そうなんかご予定があられたみたいなね。何の話したんですかね、その時私たち。多分自分もなんかこうそのスピリチュアルなものに振りたいと思って田口さんに会いに行ったんですけれども、全然ごめんなさい、もうすごい強引で。でも多分私がごめんなさいなんだけど、私家で全然スピリチュアルじゃないんで、なんか子供がギャーとか言っていやすごくやっぱりそれが刺激となってどういう形で自分が表現できるのかって考えさせられてて、で剣を見ながら自分も少しずつ学問的なところからもっとこうアーティの方にこう行ってたんですね、その後。農業をやりながらっていうかね、やっぱり実践するからね、すごいなと思う。実際日々農業を農家として暮らしながら創作品をしてるわけでしょ。そこから掴み取ったものを作品にしてるわけでね。最初の農業のきっかけは、限界集落に移り住んで、最初別に農業をやろうと思って入ってったわけじゃないんですよ。静かなところで制作できればなと思って、限界集落みたいなところに入っていったんですよね。でそしたらなんかこう運命的にちょっとやってみろみたいな感じでね、農地こう譲り受けたりとかして、でそれで始めていったらもうガッツリハマっちゃって、そういうそっちだけでもう何が面白かったの？なんだろう、まずね今のこの社会から少しね依存度を減らしたいなとは思ったんですよ。ディスコネクテッドっていうか、で自分たちで食べるものぐらいは作って、スーパー行かなくても済むようにとか、そういうのもきっかけはあったんですけども、でそういうなんかサバイバル意識からとか、あとはこれから起こる世の中で全ての物価がこう経済が潰れてハイパーインフレーションになってとかね、ちょっと自分たち神経症入ってね、すぐ不安の方向に行っちゃうんです。
一緒にしないでください。もう世界こう終わっちゃうよね、なんか不利よねって感じで、その時はまあ生きれる方がいいね自分でねみたいな話もあって、じゃあこれアートプロジェクトだとかね、アートプロジェクトみたいな感じで始めたんですよ。でそしたらもうどんどんハマっていっちゃって、土に随分興味がいっちゃったんで、土観察するようになって、で土が良くなったら最初もこれぐらいの大根がものすごいでかいの取れるようになるし、なんか全然見てなかった世界がこんなところが近くにあったんだなって思いました。まあ作品からできて、しかもそれ食べれるみたいなそんな感じですね。売れない作品はものすごい倉庫ね、隣の農家さんの苗を借りて、もうそれでも生えきらないんですけども作品じゃなくてもう農作物だったらね、作ったら自分たちが食うか、まあ、売るか全部さばけるんですよ、もうありがとう、小麦粉も送ってくれて、毎日我が家でね、美味しいパンケーキを焼いたりしながらね、食べてるからね、小豆もね、すごいなと思って。もう引っ越したばっかりの時だと、もう周りの農家さんとかがいろんなもの持ってきてくれるんですよ、農作物を。でその度に自分たち返すもの、やっぱりもらったら返さなきゃいけないのが日本なんで、返すものはなんか買ってあげてたりとかね、もうどんどん出費が多くなってで農作物きゅうり1本も作れないってかっこ悪いだろうとかって話をしてもう今だったらもらったら農作物で返す、でもそのうちくれなくなりましたけどねお互い同じもの作ってる作品の中では食べ物っていうのが結構前から興味持ってて、塩で作ってる作品とかもあって、やっぱり農業、あと砂糖もそうなんですけど、農業のやり方と、あと安全性みたいなもの、特に原発の事故の後、食べ物は安全なのかとか、それこそ神経症すごい入ってて、オーストラリアにいながら日本製のものなんか気にしたりとかして、そこから入ったっていうのもあると思うんですけど、そこがね、やっぱりすごい県の面白いところで、神経症だから作品作れるんだよね非常に怖いんだよね、いろんなものがね気になってしょうがない、それくらいじゃないとね、やっぱりね、なんかね、作品になっていかないの、とか言いながらもすごい気にする神経症が2人重なると大変なことになって、子供がねもうすっごい嫌がって2人が話してるともうね耳塞いでもうあーとか言ったりはい世界終わりとか言ったりなんかもう子供は結構立派に育ってますね、そういう親だと、こんなふうになっちゃいけないと思ってるんで反面教師になっちゃうんですか多分固い職業からつくと思います。やっぱり私すごくそこの感性大事だと思う。心配性の方がいいのよ。なんか作品を作るには。いつもさ、やっぱりちっちゃいことをさ、ちまちま考えちゃって、うーっとなってるくらいになんか圧が高まってくる感じが、なんて言ったらいいのか、これに出てるんで。これからも頑張ります。いっぱい心配して。残念ながらある意味で心配の以上にもなんか世界が変になってしまっているのでどうしようかって。なんかね、自分たちの想像以上にも意外と現実が超えてきてるんで、コロナでね、コロナでなんか超えちゃったんで、温暖化もそうですね。海のもう15年以上前に20年ぐらい前から潜ってるんですけど、温暖化、白化現象とか言いながら作品作ったりして、こんなにもひどくなるって別にその時に心配しても多分思わなかったと思うんですよ。その最初のサンゴの白化現象の作品とか作ってた時には、沖縄住んだ経験から砂糖で作り始めて、砂糖産業と、サンゴの白化現象っていうテーマで作ってて、でその時にオーストラリアでも同じような現象が起きてたんで、オーストラリアのマリンシュという、ね、海洋学やってる研究チームがあって、そこのところに入っていろんな学者インタビューとかしたんですよ。
でそしたらね割とやっぱり科学者って未来予測するんですけども一番なんていうか前に予測するんですよ、っていうのは叩かれるんですよ厳しい数字出すと、だから一番前のように出してきてじゃあ30年50年後ぐらいにはこれ何%示してるとかっていうんですね。で自分も聞いた時に比べると本当に速くてそのスピードが実際科学者が言ってるのの倍掛けぐらいしないと、なんかその数値としては合わないんですよね実際。でもねこの間私も真鶴に住んでるから時々潜るの素潜りして海に、そうするとねこの辺の真鶴のあたりにサンゴが増えてる。だからねそのうちね沖縄みたいなサンゴ礁になっちゃったらすごいやつか水温が上がってサンゴが増えてるんですよ。サンゴ礁ができ始めてる。だから面白いな。ある意味でそのコロナもそうだと思うんですけど、その人間の力っていうのはやっぱり限界があるっていうのもありますよね。自然が何かの形でこうそれを見せてくれるっていう。自然も自助能力があるのでこの地球っていう大きな生命体を考えるとそのコロナっていうのもこの人類って、善玉悪玉日和見菌があると、おそらく悪玉菌の中に入ると思うんですよね。でバランスを保とうとすると微生物の復讐じゃないですけども何かこの人類をきれいに排除したいのかな。これも妄想が入ってます。まだいいですよ。そこがいいですよ。そこが。そういう妄想がないからね。その妄想でガーッとね頭がなんていうのこう思考に入るのをなんかこう農業やりながらプランティングしてんだなみたいな分かりやすいなとか。全部見えてしまう。全部見えられる。妄想の世界ですか。でもリアルにこう変化するじゃない。畑って土もそうだし作物も春夏秋冬でそして毎年同じものはないじゃない、そういう変化するものにずっとこう自分が関わって一緒に苦労してるとやっぱり発見あるよね気づきとか。そうですね。すごく、でその予想だにしないことがそういう中で起きてきた時がやっぱりこうものすごく創作意欲が高まるっていうかこういうこととかね真鶴にサンゴ礁できちゃうのとかね、なんかこうその世界でやっぱりリアルに関わってるどんな小さな範囲でもいいからそれはすごい大事だなって私は思ってる。2人が農業やってるのもね小麦粉が送られてくるのもねすごくいいなこういう話だこうやって毎日移り変わるものと一緒に暮らしてだってこの小麦粉だってさ麦だったんだよなと思って、そうですね。私のお腹に入るんだよって不思議じゃないってだんだんこう小豆とかも植えてこの暑さの中でもぐわーっとこう伸びていくんですよ。でもう毎日やっぱりスマホで写真とか撮ってもねどんどん大きくなっていくんですよね。それはもうなんていうんですかね自分の記憶を超える勢いで、あれと思って1週間前のやつ見てみたらもう全然ちっちゃいんですよ。でキュウリとかももうすごいですね。6時間ぐらいで12時間経つともうこんな大きくなってきました。そうだよね。バナナみたいな。あれそういうキュウリ見てると面白いよね。キュウリとかだってこうツタ巻いてるの分かるもんね。ずーっと見てるとこういうふうになんかこうツタがさキュウリのつるが巻きついていくのが見えたりとかするしこう不思議だよね植物。でほら農薬使わないでやってるからみんな植物がワイルドでよく育つんですよ。すごいですね。その種もまたすごい強くなっていくんですよね。そこから取った種で次の年やると、ものすごい発芽率なんですよ。種取りもしてるんだ。さすがだね。スーパーとかね、ホームセンターで買ってくる種だと発芽率がめちゃくちゃ低いんですけども、そこから取った種で次の年育てるとほぼ 100% です。でそこにも微生物と共生の関係があるんじゃないかと思うんですよね、その種に。で種に農薬とかコーティングしてるともう弱くなっちゃうんじゃないか
当に。人間もそうなっていってるんじゃないかなみたいな。リンゴほら無農薬で作ったから木村明宏さんが私ね木村さんの無肥料無農薬で野菜を作る自然栽培塾っていう1年くらい通ってたこともあるし、そうなんですか。で木村さんにね自然栽培のやり方っていうのを教わったんだけどなんかびっくりするような話をいっぱい聞かされてホームセンターで買ってきたトマトの苗をなんかこう全部土を落としてねでトマトを植えるときは横にして植えるっていう。これでね横にしてねトマトを置いとくと枯れちゃうんですよ枯れちゃいますけどって言ってんだけど絶対に水をあげないでくださいで放置プレイでやってくださいとか言ってこう葉も全部ねむしってしまって茎だけにしてさ頭の方の双葉だけ残してでちょっと根元にシャシャッとスプーンかけただけでこう横にして置いとくと一旦枯れるんだけどその茎のところから根が出てくるんだよねそうですね。それで茎から根が出てきたトマトはその茎がなんかこう一生懸命水を探してね伸びていくんでそこからねトマトのなんかこう遺伝子がスイッチが入るらしくて買ってきた時ってヘナヘナの葉っぱなのよところが茎から出てね根が生えてきたトマトの葉っぱはなんていうの表面にこうなんか細いトゲみたいな産毛みたいなのがびっしり覆われててすっごいワイルドなやつが生まれてくるでそんな風にね植物の本来の力を引き出していくとすごいトマト自身がなんていうか覚醒してメタモルフォセスして違うトマトになって育ち始めるんですよ。その変化っていうのはもしかしてトマト自体が起こしてるんじゃなくて環境が起こしてるその土の中の微生物がその変化を起こして相互作用から、微生物と、それからトマトが起こった環境によって、そのトマトが持ってる本来の何かに遺伝子が何かにスイッチが入るそうするとトマトがメタモルフォセスするウイルスというのもそうみたいなんですね。その逆にウイルスによって世界の進化が起きてるっていうふうに最近思うようになってるみたいですけれどもこの作品とかに見てるとねこれがなんかこう、人間が覚醒する前の変態中の姿みたいな風になってしまう一旦こういう風に原型をとどめないぐらいのケロイドみたいなものに覆われてねなんかこう内側が外側に出てきちゃってそこからまた別の存在になっていく過程みたいな内側から外側っていうのがいいですね。表面とね内側がね反対ひっくり返っちゃってるみたいなベロンってこう一枚皮をひっくり返して内側が出てきちゃってですごいこう自分の内側が世界にさらされてそれでその世界にとせめぎ合ってで変わっていくみたいななんかコロナ時代にさ